混沌とした鬱展開が続く僕のヒーローアカデミア。あなたが一番衝撃を受けたシーンはどこですか？葉隠れちゃんの素顔公開。ということで今回は最終決戦の戦況について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたはヒロアカ毎週地獄すぎるだろと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。まずは静岡県中部に位置するヒーロー仮免試験の試験会場、タコバ競技場です。タコバ競技場には誰がいるの？ここにはセロハンタ、オジロマシラオ、佐藤力道、つぶらば構成の姿が確認されており、どんなヴィランと戦っているかはまだ明かされていません。セロ君が意味深な沈黙をしているのが気になるけど、メンツ的にあんまり重要な戦場じゃなさそう。おそらく脱獄ヴィランで名前だけが登場しているギャシュリーが相手だと思われますが、正直見せ場を作るのが難しそうなので、タコバ競技場の戦況がどう影響してくるのか全く読めません。堀越先生のお気に入りって公言されているセロ君の活躍に期待だね。次は愛知県東部に位置する最終決戦始まりの地、仮設要塞トロイアです。トロイアには誰がいるの？ここにはファットガム、青山優雅を中心にケサギリマンなど複数のヒーローが分断時に漏れたヴィランを相手に戦っています。ここには脱獄ヴィランの国枝がいるんだよね。ヒーローたちの間でも相当危険なヴィランだと知れ渡っている国枝はオール・フォー・ワンの共振者で植物を操る個性を持っているようです。植物系の個性って森林カムイとか塩崎さんとかめちゃくちゃ強いイメージがあるよ。ファットガムの体から植物が生えている描写があるため、対象に植物を生やして攻撃する個性だと思われますが、肉弾戦重視のファットガムとレーザー主体の青山優雅は相性が悪い気もしますね。青山くんとの連携が得意な葉隠れちゃんもまだどこの戦場にも登場していないから、ここで青山くんと共闘するかもしれないね。こちらの戦場もあまり重要度は高くないため、普通の漫画家なら掘り下げされずに戦闘が終わっていてもおかしくない戦場ですが、青山優雅に思い入れのある堀越先生ならきっと青山の活躍を劇的に描いてくれることでしょう。ファットガムがいると深刻な雰囲気が和むから早く登場してほしいよ。東京都に位置するセントラル病院では、黒霧奪還を阻止するために集結したヒーローと警官隊200人に対してスピナーに先導された異形のボート1万5000人がぶつかりました。異形個性への差別問題が描かれていたね。障子やコーダの過去やプレゼントマイクの葛藤などが描かれ、スピナー自体は倒すことに成功しますが、スピナーの呼びかけに黒霧が目覚めてしまい逃走したことで、ヒーローたちは一気に窮地に立たされることになります。暴動は収まったけど、結果的にはヒーローたちの完敗だよね。太平洋沖合200キロに位置する離島奥戸島では、最も行動が読めない危険人物である戸賀卑弥呼を隔離するために本州から最も遠い場所が戦場に選ばれました。この戦場には誰がいるの？ヒーローサイドはギャングオルカを中心にウララカオチャコ、アスイツユ、シリウスのほか、ミスディレクションの達人である戸賀卑弥呼を捕捉するために感知系のヒーローが多数集結しています。ヴィランサイドは戸賀卑弥呼、ニアハイエンドノームと脱獄ヴィランのムーンフィッシュ、そして多数のヴィランが隔離されました。戸賀卑弥呼がヒーローに変身するだけで連携が崩されるから優先的に隔離したかったんだね。複数の感知系個性を持つヒーローで常に戸賀卑弥呼を捕捉し、変身の防止とミスディレクション対策をしたことでヒーロー優勢の状態で集結するかと思った直後、切り札として隠し持っていたトゥワイスの血液によってトゥワイスに変身した戸賀卑弥呼の前に黒霧のワープゲートが現れ、戸賀卑弥呼トゥワイスを日本各地に拡散されてしまい、ヒーローたちは窮地追い込まれることになります。重要度が高い黒霧と戸賀卑弥呼に逃げられたからかなり致命的な敗北だよね。その他のヴィランは確保できたものの戸賀卑弥呼に逃げられたことで、奥戸島での戦いはヒーロー側の大敗と言えるでしょう。戸賀卑弥呼を追いかけてお茶子とつゆちゃんがワープゲートに突っ込んでいってたね。神奈川県に位置する上の句グラウンドゼロでは、轟ショウトを中心にバーニー、オニマー、ヒドウラ、炎のサイドキッカーズと飯田天也や大勢のヒーローが配置され、
ヴィランサイドはダビ、ニアハイエンドノーム、多数のヴィランが隔離されています。モブヒーローがダビ以外強いヴィランがいないからここの戦場は当たりって言ってたね。轟ショウトと炎のサイドキッカーズによってダビを確保することに成功し、ヒーローが初勝利を収めた上の句でしたが、ダビが爆炎をまとって復活。その直後に黒霧のワープゲートが開き、ダビはエンデバーに復讐するべく群河山荘跡地へと転送されていきます。轟くんや炎のサイドキッカーズが重傷を負った上でダビにも逃げられてるから、この戦場も最終的にはヒーローたちの敗北だね。愛知県南部の空に漂っていた空飛ぶ UA 高校、通称天空の棺では、ベストジーニストを中心に攻撃部隊としてミルコ、エッジショット、爆豪華月、東型ミリオ、波動ねじれ、天敷玉木が奮闘し、攻撃部隊のサポートとしてイレーザーヘッド、モノマネート、マニュアル、マンダレイ、天空の棺機能維持にパワーローダー、セメントス、エクトプラズム、初音メイ、八百万桃、ランチラッシュ、雷電気、吹き出し漫画、荒野優弓、そしてヒーローたちの活躍を後世に伝えるために経営家の3人が参戦しています。かなり大人数で死柄木対策しているんだね。イレイザーの抹消で個性を消しつつデクを中心に一気にはめ倒す作戦でしたが、デクが戸賀卑弥呼によって奥戸島に隔離されてしまったことで作戦変更を余儀なくされ、爆豪が中心になり死柄木に立ち向かいますが、個性が消えてなお圧倒的な戦力を誇る死柄木と村に手も足も出ず、デクが到着した頃には攻撃部隊のヒーローはルミリオン以外全滅。さらに戸賀卑弥呼トゥワイスがなだれ込んできたことでイレイザーとプレゼントマイクが行方不明になり、スケプティックのハッキングによって天空の棺もコントロール不能になり墜落していきます。全部の作戦がうまくいってないよ。デクが到着し死柄木と村を一時的に圧倒するも、2代目の個性変則の反動で行動不能になり、死柄木と村の個性も復活。死柄木が崩壊を発動しようとした瞬間、青と紫の弾丸が死柄木の両手を貫き個性の発動を免れました。セントラル病院の屋上からレディーナガンが狙撃したんだよね。さらに墜落する UA 高校を支えるためラブラバの個性愛で史上最高に強化されたジェントルが駆けつけ、ジェントルの個性男性によって空気に男性を与え UA 高校の墜落を阻止することに成功します。ここでレディーナガン、ラブラバ、ジェントルが助けに来てくれたのは感動したよね。 UA 墜落を免れたものの、個性が復活した死柄木をここに留めておくのは危険だと判断したデクは死柄木を引き連れ地上に降りていきました。京都周辺に位置する蛇空病院跡地に建設されたギガントマキア高速地では、マウントレディを中心に霧島英二郎、芦戸美奈、峰田実、古代結衣、柳玲子、骨抜き十三、真相仁志が配置されており、ヴィランサイドは異能解放軍の幹部やヘドロヴィランがギガントマキア奪還のために襲撃してきています。異能解放軍の幹部はミッドナイトを殺したヴィランだね。当初はヒーロー優勢でしたが、ギガントマキアが復活してしまったことで形勢逆転。古代結衣の個性で巨大化させた工具で武装したマウントレディが奮闘しますが、ギガントマキアを止めることができず、ピンチに陥るも足止めが覚醒し、マキアに大ダメージを与えた隙に真相が洗脳の個性でマキアを洗脳。声を自在に変えるペルソナコードでマキアに命令することでヴィランを駆逐することに成功し、ヒーロー側が完全勝利を収めます。初めて完全勝利した戦場だったんだ。ヴィランを鎮圧しマキアを味方にしたことで大勝利を得たヒーローたちですが、本部から通信が入り、復活したオール・フォー・ワンを抑えるために群河山荘跡地へと向かいます。奈良県周辺に位置する群河山荘跡地では、エンデバーとホークスを中心にピクシーボブ、トラ、シシド、森林カムイ、常闇文影、次郎強化、小森キノコなど範囲攻撃が強力なヒーローたちが配置されており、ヴィランサイドはオール・フォー・ワンと多数のヴィランが隔離されています。個性を奪うオール・フォー・ワンにはエンデバーとホークスの2人で戦う戦法だね。一度流行られかけたエンデバーが決死の攻撃でオール・フォー・ワンを仕留め、魔王に勝利したかと思った瞬間、巻き戻りの個性で全盛期の体に巻き戻っていくオール・フォー・ワンのもとに黒霧に転送されたダビと戸賀卑弥呼が集結。
無限増殖する戸賀卑弥呼とダビの放つ熱気で劣勢に追い込まれるヒーローたちの前に、戸賀卑弥呼を追ってきたお茶子とつゆちゃん、さらに止血高校から写しみけみ獅子倉政治、夜嵐稲皿援軍が到着し、大規模乱戦が開始されました。イランの主戦力が集結しただけでもやばいのに、全盛期のオール・フォー・ワンが強すぎるよ。信楽戸村と完全に融合するべく、軍を離れ東に向かおうとするオール・フォー・ワンをホークス、常闇、稲佐が追撃し、さらに蛇空病院から駆けつけたマウントレディとギガントマキアが合流したことで、怪獣対乱戦が巻き起こります。オール・フォー・ワン1人相手にひたすらパワーでボコり続けるカオスな戦場だよ。巻き戻りの個性が発動しているため、無限にダメージが回復し続けるオール・フォー・ワンをひたすら攻撃することで、その場に留め続ける持久戦を挑むヒーローたちでしたが、若返ることで個性の潜在能力を限界まで引き出せるようになったオール・フォー・ワンには手も足も出ず、マウントレディとギガントマキアが負傷し退場。極太レーザーによる攻撃でホークスと常闇が瀕死の重傷を負い、追撃してきたヒーローたちは全滅してしまいました。もう誰もオール・フォー・ワン止められないでしょ。関東周辺の海岸沿いの漁村では、遊泳から墜落したデクと信楽戸村の戦いが繰り広げられています。もともとは愛知周辺で飛んでいた天空の棺だけど、東京のセントラル病院にいたレディーナガンの射程圏内に入っていたから、神奈川周辺の漁村っぽいよね。志村天子の意志を取り戻し、個性が解放された信楽戸村と一人で戦うデクですが、超再生と無限増殖するノームの体を持つ信楽相手に、消耗したデク一人では敗北必至の状況の中、さらに全盛期オール・フォー・ワンが向かっているという絶望的状況で、デクが力尽きるのは時間の問題と言えるでしょう。個性を抹消されていたからなんとか戦えてたけど、個性も解放された信楽には誰も勝てそうもないよ。全面戦争の時も一人で戦うデクを見て爆豪が、いずれ力尽きて負けると言っていた時と同じ状況になってしまっている中、デクのもとに援軍が駆けつけれるかどうかが鍵になりそうです。でもさ、もう誰も戦えそうなヒーローが近くにいないし、どう考えても間に合わなさそうだよ。デクと信楽の最終決戦については改めて考察動画を作ろうと思っていますが、原画展で公開されたこのイラストが鍵になるのではないでしょうか。ボロボロになったデクをお茶子が迎えに行っているイラストだね。過去にも原画展で描かれた青山優雅の意味深なイラストが内通者を暗示していたということもあったので、このイラストもデクと信楽の最終決戦に関係している可能性は高いのではないでしょうか。神奈川周辺では信楽戸村の元へ向かうオール・フォー・ワンを迎え撃つべく、オールマイトが一人で立ちはだかります。全盛期以上の強さを手に入れたオール・フォー・ワンに無個性で最弱になったオールマイトがかなうわけないよ。信楽戸村以上の強さを持ったオール・フォー・ワンには誰も勝てないのは明白ですが、オール・フォー・ワンには時間制限があり、足止めさえできればオールマイトでも勝てる可能性は残されています。若返ったオール・フォー・ワンは怒りっぽくなってるみたいだから、そこをつけばまだ勝機はあるかもね。具体的な考察はこちらの動画で解説しているのですが、サーナイトアイが予知した凄惨な死がどのような形で実現されるのかがポイントになりそうです。ということで今回は最終決戦の戦況について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。1000いいねを超えたら最終決戦の結末考察動画なんかも作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ。